は、ゆうかです。今日は何作ろう。今年ももう半分以上終わっちゃったしな。何か新しいことに挑戦したいということで、今回は新たな挑戦をしてみることにしました。それはこちら、初めてのガンプラディティールアップ。題材になってもらうのはこちら、ハイグレードのガンタンク。正直できる気がしない。ガチの初めてのことなので、これから挑戦してみたいって方は、初めてだとこのぐらいできるんだなと参考にしてもらえれば幸いです。反対にディティールアップなら任せろって方は、ぜひコメントでアドバイスいただけたら嬉しいです。それでは本編をご覧ください。まずは気になる部分を合わせ目消ししていこうかなと思います。合わせ目消しをするのもすごく久しぶりです。やり方はおなじみミスターセメントスーパーパワーを使っていきます。パーツの合わせ目にちょんちょんと流し込んで、そのままパーツ同士をギュッと圧着。接着剤の成分で溶けたプラスチックがむにゅっとはみ出てくるまでしっかり密着させてから乾燥させます。今回は頭部と履帯のある下半身パーツ以外は合わせ目消しをしておきました。一晩寝かせてしっかり乾燥させたら、はみ出た部分を削っていきます。ちょっと圧着が弱かったのか、少し線が残っちゃってる気がする。まあ今回はよしとしましょう。で、肝心のディティールアップなんですが、ホビージャパンウェブさんのページでこのような記事を見つけました。いやー、かっこいい。同じハイグレードのガンタンクとは思えないですよね。こんなにかっこよくできたらいいんですけど、初心者でこれは無理と分かっているので、私にできそうなところを参考にさせていただいて、私のできる範囲でかっこよくできたらいいなと思います。それではやってみよう。まずは記事でも紹介されていたアンデラの先端のシャープ化から挑戦です。とにかくひたすらヤスリで削ってきました。いやーってなって小さいパーツなのに思ったように形にするのって難しいですね。こちらが加工前後の比較です。この小さな変化の積み重ねが最終的に全体像を見た時にどう響いてくるのか、ちょっと楽しみになってきました。一番わかりやすそうな履帯のディティールアップ、クラプレートを使ってやってみます。できる気がしない。プラ板はどれを買えばいいのか迷ったんですが、加工しやすそうなウェーブさんのプラプレートグレー 0.3mm 圧をチョイスしてみました。まずは履帯に定規を当てて、大体のサイズに当たりをつけてからプラ板を切り出して接着剤で貼っていきます。一つ貼ってみたら、結構いい感じかも。手応えを感じたので、ここからは怒涛の量産作業へ移行します。はい、完全に超集中モードに入っております。私こういう細かい連続作業になると一気に過集中しちゃうタイプで、すごく相性が良かったです。ただ画面としては地味で絵面があまりよろしくないですね。ちなみにこの小ささなので、途中からは定規も使わずに感覚でサクサク切り出していきました。すでにいろいろ貼ってはあるんですけど、この履帯が PP 素材で接着剤すごくつきにくかったので、新たなアイテムを買ってみました。こちらアロンアルファプラスチック用。こういうアイテムを買わなくても先に下地を塗っておけばよかったんですよね。ただ私はめんどくさがりなので、今回はアイテムに頼ってみます。この商品は塗布するプライマーと接着剤がセットになっています。本来は接着したい両面にプライマーを塗って5分から10分放置してから接着するんですが、さすがに1ミリもないプラ板パーツ一つ一つに塗るのは無理なので、今回は履帯の側だけにプライマーを塗布して貼り付けてみました。そしたらこれが思った以上にがっちりついてくれて、扱いやすさ抜群。ポリプロピレンやポリエチレンはもちろん、金属の接着にも対応しているので、一つ持っておくと重宝すると思います。ちなみに今回のディティールアップの中で、この履帯の加工が一番楽しかったです。ノリノリになりすぎて、ここまでの仕上がりの撮影を完全に忘れていました。なのでどんな感じでできたかは動画の後半の完成シーンでぜひ確認してみてください。ではピンバイスで穴を開けていってみようと思います。これちょっと難しそう。できるかな。
穴というより小さな点モールドを追加していく作業ですね。ピンバイスも普段あまり使ったことがないので、平面ならまだしも側面に使うのはめちゃくちゃ難しかったです。本来ならきちんと計測して均等に印をつけてから作業するのが正解だと思うんですけど、そこはズボラを発揮して今回はすっかり目算で進めていきました。なので几帳面な人が見たらずれてるって気になって仕方ないかもしれません。こちらがビフォーアフターです。これで合ってるのがちょっと不安ですが、でも何もしない状態よりは一気に情報量が増えてかっこよくなった気がします。でこの後なんですが、ピンバイス作業中に見事に滑っちゃって自分の指に突き刺さる事件が発生しました。これが血も出るし地味にめっちゃ痛かった。このままでは危なすぎるので改善のために新しいアイテムを購入しちゃいました。じゃーん、マイニューギア。こちらはパーツを固定するための小型の万力ミニバイスです。先端のチップでパーツを固定できて、ハンドルを回すだけで挟むサイズも簡単に調整できます。今回はピンバイスの固定に使いましたが、挟む力がかなり強力なので合わせ目消しの時にも使えそうです。パーツがしっかり固定されたおかげで、あんなに苦戦した局面へのピンバイス作業もびっくりするぐらい楽々こなせるようになりました。お値段も2000円しないくらいですし、今後もいろんな場面で使えそうなので、これは本当に買ってよかったです。筋彫りにはいわゆる筋彫りガイドなる商品を使ってみました。 Amazon で調べると本当にいろんな種類が出てきます。今回参考にしたプロの作例を見ると、そこまで大きな筋彫りはなくて、これならいけるかもと安心していたんですが、実際にやってみると小さな筋彫りだけでもめちゃくちゃ難しかったです。自分ではすごく丁寧にタガネを引いたつもりだったんですけど、線がぼやけてしまったり、はみ出さないようにガイドテープを貼ってみたものの、なんだかしっくりこなくて悪戦苦闘の連続でした。あまりにも自分の筋彫りスキルのなさに絶望して、この後動画が撮れておりません。失敗してしまったところも多々ありますが、終盤あたりになってくると少しずつコツがつかめてきた気がします。やっぱりここは数をこなして経験を積まないとダメな作業ですね。チャンネル登録お願いします。そして最後のディティールアップとして、腕の曲面にプラ板を貼っていこうと思います。平らなプラ板をそのまま曲面に貼ることはできないので、今回はヘアアイロンを使ってみることにしました。ネットで調べると火で炙るとかドライヤーを当てるとかいろいろな方法があったんですけど、自分が一番使い慣れていて安全そうな方法をチョイスです。普段髪をカールさせる要領でキュッと挟んで熱を加えてみたところ、これが大正解。いい感じに綺麗な曲線に曲げることができました。実際に曲面に沿って貼ってみるとこんな感じ。浮いてしまうこともなく綺麗に貼り付いてくれました。これで全てのディティールアップ加工が完了です。地味な作業の連続でしたが、果たしてどんな風に生まれ変わったのか。それでは生まれ変わったガンタンクの全貌を見ていきましょう。まずはターンテーブルでぐるっと一周お見せします。今回はベースの形状自体は改造していないので、パッと見のシルエットに大きな変化はありません。まだ塗装していない状態なので、新しく貼ったプラ板の箇所でここに手を入れたぞというのが一番分かりやすい状態になっています。ただ細かいモールド系はちょっと同化して見えにくいかもしれません。制作中映像撮れてなかったんですが、ここを参考にした作例のガンタンクにも追加されていたアイプレートを再現してみたくて、家に分厚いプラ板がなかったので 0.3mm 厚のプラ板を3枚重ねて厚みを出して作ってみました。本当は最初から厚みのあるプラ板を使った方が楽だと思います。そしてちょっと恥ずかしい失敗箇所も。こちらの胸部の追加プラ板パーツなんですけど、実はここ筋彫りを失敗してめちゃくちゃ汚くなってしまったので、上からプラ板を貼って強引に威嚇しました。これがデザインとして吉と出るのか凶と出るのか、正直塗装してみないとわからないと思いたい。どうかうまくいってくれと祈るばかりです。
そして加工前と加工後の比較がこちらです。こうして比較をすると変わったのかどうか現状ではちょっと分かりにくいかもしれませんね。ちなみに今回のディティールアップ作業、合計で6日間およそ28時間をかけて作業しました。ここからさらに塗装とウェザリングを施してかっこよく仕上げていきたいと思っています。完成は年内目標で気長に進めていくつもりですので、ぜひ温かく見守っていただけたら嬉しいです。というわけで今回は初めてのディティールアップに挑戦してみました。いやー難しいっすね。難しいです。改めてプラモ制作の先輩方の腕前の凄さがよく分かりました。最初は誰でもできないとはいえ、できないことにぶち当たった時にそれを乗り越える厳しさをこの年になってこのような形で経験することになるとは思いもしませんでした。これからディティールアップ挑戦してみようという方は、心と時間に余裕がある時にコツコツ作業することをお勧めします。またすでに経験値を積まれている先輩方はぜひコメント欄にておすすめの道具ですとかアドバイスを書いていただけると大変嬉しいです。今回の動画も最後まで見てくださってありがとうございました。今後の塗装編も楽しみにしてるよって思ってくださる方はチャンネル登録と高評価、ハイプなどで応援いただけると大変励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。最近熊本の地震や千葉の大雨など各地で自然災害ニュースが続いています。被災された地域の皆様、そして今も不安な時間を過ごされている方々に心よりお見舞い申し上げます。皆さんが一日も早く日常を取り戻せるよう、そしてこれ以上被害が広がらないよう心から祈っております。私のこの動画が少しでもホッとする時間や気分になれたら嬉しいです。